今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりーこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化をゆっくり楽しく学んでいきます。今日は日本語を勉強している皆さんから時々聞かれる質問をテーマにします。それは、日本では食事の時誰が払うんですか？この質問、実はとてもいい質問です。なぜなら日本ではお会計はただお金を払う行為だけではなく、人との距離感や関係性、気遣いがはっきり現れる場面だからです。日本には3つの大事な言葉があります。まずは日本語のキーワードを整理していきましょう。日本には割り勘、おごる、おごられるという言葉があります。この3つはどれもとてもよく使います。まずはじめに割り勘とは、割り勘はみんなでだいたい同じ金額を払うことです。友達同士や会社の同僚、気を使わない関係では、日本では割り勘がとても一般的です。割り勘にはフェア、気楽、対等な関係というイメージがあります。だから日本人は仲がいいイコール必ずおごるとは限りません。一方でおごるとは、おごるは自分が全部払うことです。日本ではデート、年上の人、感謝を伝えたいとき、相手に好意があるとき、こういう場面で使われることが多いです。特に男女のデートでは男性がおごることが多いという文化が今でもかなり残っています。逆におごられるは相手に払ってもらうことです。ここでとても大事なのは感謝の気持ちをちゃんと言葉にすることです。日本ではね、何も言わずにおごられると失礼とか当たり前だと思っていると感じられてしまうことがあります。次に日本人の感覚をシーン別に細かく見ていきましょう。日本では特に初デートでは男性がおごることが多いです。ただしここで大事なのは必ず男性が払うべきというルールではありません。多くの女性は一度はお財布を出したり、いくら払えばいいと聞くなど、払う意思を見せることを大切にします。それがあるだけで印象はかなり良くなると考えられています。ただね、女性が、お財布を出したケースでも男性がおごった方がいいこともあります。特にね、最初のデートの場合は男性がおごった方がいいかもしれませんね。次に男女の友達の場合は割り勘が基本です。割り勘はあなたと私は対等です。また気を使わない関係です。というサインでもあります。ただし年齢の違いや収入の違いがある場合には、年上の人が少し多めに払うこともあります。例えばね、傾斜をつけて支払うなんていう風に言ったりもします。ただ、ざっくり割り勘することが多いです。そして男性がおごられるケース、これは正直に言うとかなり少ないです。ただし、全くないわけではありません。例えば、ご飯は男性がおごる。
カフェは女性がおごる。こういう形でバランスを取ることもあります。日本ではどちらかが一方的に払うより、お互いに気持ちよくなることが大切にされています。ここで実際に使える日本語を見ていきましょう。まずはじめに、おごるときの言い方。もし皆さんがレストランに行ってメニューを見ているとき、こんな風に言うことができます。今日は僕のおごりだから気にせず頼んでね。そしてお会計のとき、こんな風に言うことができます。ここは私に払わせてください。最後に、相手がトイレに行っている間にお会計をするケース。もう払っておいたよ。相手がトイレに行っている間に、もう払っておいたよと言えたら、本当にスマートだなぁと思います。特に女性は食事の後、お化粧直しなどでお手洗いに行くケースが多いので、そういう時にお支払いをもしね、男性が先にしてたら、かなりね、好印象だと思います。次に、怒られる時の言い方です。ここはシンプルに、ありがとう。そして、ごちそうさまでした。と言いましょう。特にね、ごちそうさまでしたは、日本語ではとても大切な一言です。ごちそうさまでしたって、よくね、ご飯を食べた後に言うセリフですが、同時に相手がおごってくれた時には、ごちそうさまでしたを使うことができます。ありがとうだけよりもね、さらに丁寧で気持ちが伝わります。なので、もしおごってくれたらね、ありがとうだけじゃなくて、ごちそうさまでしたと言いましょう。そして割り勘にしたいときにどんな風に皆さんが言い訳をするか。これは結構重要ですよね。まずはちょっと正直に。ごめん、実は今ちょっと金欠で今日は割り勘にさせてください。まあね、この場合金欠でと言いましたけど、ごめん、実は今ちょっと現金が足りなくて今日は割り勘にさせてください。もしね、外国人の皆さんだったらこれを使えると思います。次に、お互い様でいたいから今日は割り勘にしよう。対等でいたいから今日は割り勘にしよう。そして、もはやね、割り勘が当たり前だよねっていう風なテンションで伝えたいときには、ざっくり割り勘でいいかな？何々円で大丈夫？という風にね、もうあらかじめ計算して相手にいくら払うべきか伝えることもいいかもしれません。ただし、ここで一つ注意点があります。100円、10円単位まで細かく割ると、ケチだと思われやすいです。お金に関しては、ちょっとね、ざっくり計算するぐらいがちょうどいいです。もしね、私だったら、10円単位とかね、100円単位まで細かく割るかわかりません。何円ぐらいでいいよっていう風なね、伝え方をするといいと思います。さあ、本日のまとめです。日本では、誰が払うか、いくら払うかよりも、どういうか、どんな気遣いがあるかがとても大切です。正解は一つではありません。だからこそね、言葉を知っていることが人間関係をスムーズにしてくれます。最後に皆さんに質問です。皆さんの国ではデートの時誰が払いますか？ぜひコメントで教えてください。それでは今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。